この間ちょっとお休みをねいただいていた時に実は USJ に遊びに行ってきたんですよ。誰と行ったかっていうとさ、スバルとフブちゃんとミオシャとトアとスイちゃんと行った。 USJ 旅行行きまして、USJ さ、ドンキーコンが新しくできたじゃん、エリアが。USJ 行きたいなーってチラって言ったらね、それにね、賛同してしものと一緒に行ってきましたユニバね行ってきたんですけど、とはディズニーランドは行くけどユニバーサル・スタジオ・ジャパンは行かないんですよね。ジャパンはめちゃめちゃ面白かった。ハリーポッターのねワールドあるじゃないですか。あそこにも行くってことでみんなでローブを着ていこうっていう話をねしてまして、で白神もスイちゃんもミオもねローブを持ってたんですよ。ミオがレイブンクローで白神とスイちゃんはスリザリンだったんですね。でスバちゃんとア様はローブ持ってなくて、スバルとトアだけそのハリーポッターのローブ持ってなくて、でみんなはもう着てたの。もうローブとか着てて最初からで、スイちゃんとか杖とか持ってたの。そうでさ、最初さ入場した時とかさ、なんかすごいね、そのユニバの人がミオシャとフブちゃんとスイちゃんには魔法界からようこそで、その後に絶対マグルの方ですかって言ってなんだこれみたいな。白神とスイちゃんはもうね完全にもうスリザリンだったんですよマグルめみたいな感じで、ここにマグルがいるぞみたいな感じでスバちゃんとトア様をねいじりまくるっていう。もうスイちゃんもねもう杖をブンブンしながらねマグルめそう純潔じゃないんだろお前らはみたいな感じでスリザリンで二人を煽っていって、そしたら二人も早くローブを書いてみたいなくそー、俺たちも早く入学してって言って、マグルから早く抜けたいみたいな。いやそれでさ、うちは入学するぞと思って買うんよローブを。スバルハーフルパフ黄色いからとか言って、そしたらねローブ買うとねご入学おめでとうございますとか言ってくれんの。トア様は寮はどこだろうなって、スバルはハッフルパフって言ってて、でもトア様は性格的に絶対グリフィンドールだよねっていう話をしてて、でなんか登録すると自分がどんの寮なのかっていうのが公式のサイトなのかなにあって、それでやったらやっぱトア様はグリフィンドールでグリフィンドールの制服を買って、そうトア様はクディッチとかやってそうだよねみたいな杖もね買ったの。スバルの杖はこれがかっこいいと思って選んだら、山鳴らしとユニコーンのたてがみの杖ってやつでなんかね白くてかっこいい、これがいいって言ってなんか説明見たんだけど、なんか才能あふれるデュエリストにうってつけの杖らしいわ。ノリで選んだらデュエリストにうってつけらしくて嬉しかった。これは運命の杖だ。そうで2人がローブを買いに行っている間にお辞儀をするイベントがあったんですよ、ステージで。先生らしき人がヒッポグリフのにお辞儀を挑戦してみたい人みたいな感じ言ったら、もうそこに駆け寄ってた白神とスイちゃんは2人して「はいっつって「やりたいですはい」ってね一生懸命お手手を挙げたんだけども選ばれなかったっていう。くそっスリザリンだからか2人して、でその後ろからミオがやってきて、なんか元気だね2人はみたいなでそしたらねトア様とスバちゃんもローブを着てハリポタのワールドにある呪文を唱えれるね杖を振って魔法が使えるエリアをねみんなで回ってったりとかして、このねなんかね魔法の杖が魔法がね使えるんだよ。杖でこうなんか動かしたりとかすると火が出たりとか雪が降ったりとかするので、スイちゃんがそれガチでうまいの。なんかプロってて、でスイちゃんがなんか先生みたいになって「先生次の魔法は何ですか?」とか言ってなんかスポットとか案内してくれて、ではここで、鍵を開けてみましょうとか言って、まあ大体一発目は外すんだけどスイちゃんの前に子供がねやってたんですよ魔法を。でそしたらちょっと杖の振り方がちょっと違ったんですよね。そしたらスイちゃんがちょっと横に行ってで教えてたのが可愛かったちびっこにも見ず知らずのちびっこにも先生一人
け星松先生ってのででそれを見ながら我々も順番を並びつつちょっと杖を練習するっていう、肩にねヘドウィッグを乗せてる人たちがいまして、でうわーあれいいねみたいな感じでミオと歩きながらね、あれかわいいねって言ってたんですよ。でミオが途中でちょっと飲み物とか買ってきたりとかしてくるわっつって、で我々はこう魔法をねやってた時だったんですよ。でね、そしたらね、みおちゃんなんか全然帰ってこなくねみたいな、みおちゃん帰ってこないなみたいなこと言ったら、でしばらくしたらね、で結局ねその魔法みおちゃんできなくて、みおちゃん大丈夫かみたいになってたの。でしばらくしたらみおちゃん帰ってきたんだけど、みおちゃん帰ってきた時にもうなんか今までかぶってなかった新しい帽子とかで、あと肩にちっちゃい袋を乗せてて、完全な魔法使いの状態で帰ってきてさ、白神の脳内ではもうターンタタンターンタンターンターンみたいな、ミオがいつの間にか完全装備になってて、おいフルアワーミオさっきそこの店にちょっと入ってみたらさ、このベレー帽とヘドウィッグ売ってて買っちゃったでさ、その肩にね乗せられるちっちゃいヘドウィッグが声に反応して、お手手パタパタとか首を左右に振ったりとかおしゃべりとかねしてくれるんですよ。もうそれをさ、もうミオがさ、かわいい、うちの声に反応してくれてるよ、かわいいよこれ、お顔にシュリーってってなってて、完全にヘドウィッグにメロついてて、そのフクロウがすごい可愛くて、ねえおでもフクロウ欲しいとか言ってみんなでフクロウを買いに行くことになって、フクロウでも高いし買おうかな、どうしようかな、でもこれハリポタだけだしな、使えんのってなってたら、みおちゃんがポソッと「スバルは欲望の解放の仕方が下手っぴさ」とか言って班長だってなって、ハッフルパフの黄色いネクタイと袋を買った。でローブもつけて杖も持ってたから完全にハリーポッターだった。でさ、いろんなさフクロウがいて顔はちょっとずつ違くて、スバルのフクロウこれっつって選ぶわけで、選んでスタッフさんに言ったらその場でねつけれるようにしてくれんの。なんかいっぱい箱から外してもらって、でスイッチも入れてもらって、で動くかどうかちょっと確認しますねとか言って、こうやってなんか全然スバルの袋動かなくて、であれとかスタッフさんがいてスイッチ入れ直して、あれなんかスバルの袋死んでて、なんかスバルの鳥死んでるってなって、でちょっと待ってくださいねとか、なんかスタッフさんも結構焦ってて、でなんかインカムでとか言って、なんかそしたら後ろからまた新しいフクロウが出てきて、こちらでよろしいですかとか言われてスバルの袋バイバイ、新しい袋ようこそで、新しい袋を乗せてもらった。スバルとトアとミオシャと3人で鳥肩に乗せて帰ったもう3人がさヘドウィッグ肩に乗せててずっと喋りかけてんの。かわいいね。そしたらもうプル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 って言うからさかわいいって、トワ様もねメロついてました。ヘドウィッグにかわいい、めっちゃかわいいっての。そしたらもうスバちゃんがやばいスバルもうダメかもしれない、かわいすぎる、これはスバルの子なんだ、大事にしてあげなきゃ、お家にちゃんと連れて帰ってあげなきゃっていうね、もうなんかみんな母性が大爆発してて、で白神はねもうそんなヘドウィッグほっぺとかをねツン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 したりとか、そうえいとかしてたら、やめてうぶちゃんねえスバルの袋いじめないでミオちゃん、うぶちゃんがスバルの袋をいじめる白神はそれが面白かったですね。かわいいんだよあの鳥でさ、鳥さ音に反応するからさ、なんか1匹が騒ぎ出すと一生3人の鳥が反響して、なんかヒー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 ずっと言ってて、でなんかもう鳥が喋り終わらなくて鳥が連鎖で一生喋ってた。ヒー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 一生言ってたわ。でも可愛いよ。あとは杖をねローブの中にしまうポケットがあるんだよ。でそっからね
杖をね取り出す瞬間が一番かっけえんだけど、でさ乗り物とか乗ってさ安全バー下ろすとさ、やばい何かが腹に刺さってると思って、杖だった。あれ気をつけた方がいいマジで。マジなんか刺さって死ぬかと思った。みんな気をつけな。ハリーポッターとかもなんか前行った時より迫力が上がっててさ、ディメンターのとこめっちゃ怖くなってね。雲とかこんなに近かったっけみたいな。あととはさ、虫嫌いなんよ。雲やばかった。でっかい雲とかでっかいドラゴンがめっちゃ目の前まで襲ってくるっていう演出があって、ジェットコースターじゃなくそうじゃない怖さで怖かった。スバルちゃんが左にいて大丈夫かとわーって言ってくれてたんだけど、怖い。うわとはほら見て、ほら暴れ柳で暴れ柳ディメンターディメンターとか言ってたんだけどさ、途中からトアが全然なんか反応がなくなって、トア死んじゃったと思って、で後で話聞いたらディメンターが怖すぎて、あと雲とかもめっちゃ怖いし、スバルちゃんの声うるせえしで虚無ってたらしいなんか虚無ってたらしい。虚無だったとか言って、映像を見るシーンはちょっとなんか無になってたわけよ。そしたらスバルちゃんがほわーとか隣ですごい大きい声で言うわけ。スバルちゃん声でっかいなーってなって虚無ってた。ちょうどその映像を見るシーンが超声反響するんよ。でとんでもなく反響してて、すっげえ超反響してるやん。途中でさクディッチのシーンでさスバルがわーとか言ったらさ、なんかモニターがなんかに声が反響してめっちゃスバルの声が返ってくるような感覚があったんだけど、うるさかったのかもしれないってみおちゃんに相談したら、あれなんか声拾って耳から出してるだけだよとか言われて、ああなんでよかったよかったなんかハリーポッターのなんかちっちゃいヒッポグリフのアトラクション乗った時も、なんかうちはまあジェットコースター乗ると叫び散らすんですけど、隣にトアが乗ってて、うちが叫び散らしてるの聞いて手叩いて喜んでましたねみおちゃんいいわ、なんか隣で騒いでる人いるとおもろいわとか言いながら手叩いて喜んでましたとはさ、みおちゃんの隣で乗り物乗るの大好き。面白いから。ひゃーって隣で言うの、みおちゃんが。それをさ、ゲラゲラ笑いながらさ、隣で見んのがいっちゃおもろいよ。ほんまに。であとウォーターワールドもね見たの。でウォーターワールドってショーなんだけど、なんかめっちゃ濡れるのね。でみんなでそのカッパ着て、でウォーターワールドどこ座るって言って、で座る席によってガチで濡れるみたいな注意があったんだけど、スイちゃんが濡れたいみたいな最前に座ったんだけど、もうね信じられないぐらい濡れたわ。濡れるとかいうレベルじゃねえ、濡らしに来てる。もうあれねプールだと思って行った方がいいぞ。しかもガチでやばいのが、なんか目が合うとじょうろとかで頭から濡らされるんよ。やばくね超面白かった。あれね、濡れた方がおもろい。カッパ着たけど、濡れた顔とか。一体感おもろかったわ。バケツで頭からそうぶっかけられてる人もいた。かけられた方がいい。この、思い出的に。超面白かったよ。終わった後みんな前髪ペショペショでさ、トアとかなんかもうローブぐちゃぐちゃになっててやばかったわ。前髪ペショペショだった。でなんかスタッフさんとかに会うとさ、なんかすごい前髪がペショペショみたいな、あーとかスバルね初めてハリウッドドリームに乗ったな。でスバルなんか本当はもともと全然ジェットコースターとか乗れないの。でもそのジェットコースター乗れないんだけど、なんかその部活の先輩とか部活の友達とかに無理やり乗せられることによって全てを克服したの。まあ極めつけはフブちゃんと一緒に乗ったタワーオブテラーで完全に克服したんだけど、ビッグサンダーやばいってね、なんかねスイに聞いたんだっけな。聞いたらね、大丈夫全然大丈夫って絶対スイ言うんだけど、言ってる時にスイの目が死んでるのね。スイね嘘つく時目が死ぬってことが分かった。あいつね嘘つく時ね目が死んでる。なんとですね、白神さん初めてハリドリに乗ったんですよ、ジェットコースター言うてね、もうスイちゃんがね、ふぶさん乗るよね圧がすごかったのでそうで、ミオはもう絶対無理ってので分かってたので、そうちょっとごめんけどミオ待っててねってので、そう
でもスイちゃんはミオも連れて行こうとしてたんですけど、ミオは本当にちょっとねダメなので、苦手なのでね、まあ、ちょっと待っててって言って荷物持ってもらって、白神とスイちゃんとスバちゃんとトワ様の4人で行ってきたんですけども、もうドキドキ。なんか足がつかないようになってんのあれ。上からのガションがなくて、なんか股だけ固定されて足がつかないのあれ。やばいじゃん、踏ん張れないって思ったんだけど、まあ耐えたら終わるしって思ってあとね、ジェットコースター乗ったよ、初めて。最初さ、乗るまで不安じゃなかったの。ジェットコースター面白そうだなぐらいだったんよ。安全バーがさ、腰よりちょっと下ぐらいのパンツバーだったんよ。恐怖が湧いてきたの、一瞬で。でも、もう止まらないわけ、座った後は。でいざもうすぐで出発するってなった時に、なんか普通に乗ってたトマが急にビビり出して「はあはあ」ってなってて「落ち着けトマ」みたいな「スタート」って言ってビューンって行くんだけど、始まったら始まったでさ、なんか慣れ出してトマなんか手をね上に上げたいのね。でさ、自分の手上に上げるだけならいいんだけどさ、スバルは持ってたいの、何かを下の方で。トアがスバルの手掴んでなんか無理やりねこう上に上げようとするんだけど、スバルは下に落としたいから、なんかこの謎の攻防があってさ隣にいるスバルちゃんがさ、トアの腕を握り出すわけ。急角度降りる。うわー、あれ意外と平気だぞ。おもろいおもろい、うわーってなり、手をこうやって上げたかったの。で右手が上がんないのよ、スバルちゃんが上げてくんなくて。スバルは下げたい、トアは上げたいで攻防があったね。スバルちゃんはトア様が逃げたって言ってたから、多分スバルちゃんね、記憶が曖昧だからね、適当ほかしてるだけだから大丈夫。意外と最終的に分かったのは、パンツバーでもいけるってことやねん。で、その後に、まあね、今回の我々の、お目当ては、やっぱり新しくできたドンキーコングなんですよ。スバルさ、てかさ、任天堂エリアができて初めて行ったんだけど、本当にすごかった。本当にマリオの世界に入ったみたいでさ、なんかさすごい可愛くてわーってなるんだけど、もうなんか苦しめられたブロックとか敵とか見つけると本当に許せない気持ちになった。ドンキーコング、4人しか乗れないんで、2、3で分かれてったんですね。そう。で、白神やミオと一緒に乗って、待って、これ、うちやばいもしかしてみたいな。ミオがちょっと不安になり始めたよね。浮遊感苦手だからで、白神も、待って、これもしかしてちょっとやばいか、ドンキーみたいな思ってたんですよね。なんかね、ちょっとこう、外側からはどういうなってるのかわからなくて、若干不安だったのね。大丈夫かなって。初見の時が一番不安で、うちはジェットコースター乗れないから浮遊感が苦手で、大丈夫かなってちょっと心配してて。って思いながら、自分たちの番になって、やばいやばいって言いながら乗り込んで。でもこれ結構がっちりしてもらってるからさ、大丈夫だよ。なんかあんまりこう浮かないから、きっと、ふわって来ないかもしれないしって言いつつも、いざ発射したらちょっと上に登っていくんですよね。カッ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 つって。待って、これめっちゃ落ちる。上に登ってるってことは落ちるだよね。浮遊感やばいかもしれない。はわわって二人で、やばい先が見えないって言って、いざこう始まったら、別に全然浮遊感なかったんですね。ちょっと速くて、なんか左右に揺らされる感じ。でもね、ちょっとだけやっぱ、落ちるというか、斜めのところ、バーっていくような感じのところが、何箇所かあって、でもね、そこは別になんか浮遊感とかそんなに強くはなかったのね。浮遊感はあんまなかったんだけど、でミオシャが本当にそういうの苦手だって知ってたから、なんか乗りながら「これミオシャ死んだ?」ってこれミオシャこれ死んだんじゃないかこれってずっと2人で心配しながらわーって乗ってたんだけど、なんかミオシャでもね降りたら大丈夫そうだった。いやでもね、ドンキーコング怖いのが、ちょうど自分たち一番前に乗ってたんですね。線路が途切れてんの。なので白神もバーって言いながら、もう先が見えてて線路がないって言いながら、でもうすごい左右にこうバンって揺られて、うわーちょっとぶつかるバーンみたいな、線路ないやんみたいな。もうずっと白神は線路がない道がない叫びながら言ってましたね。でスバルこれ全ジェットコースタ
苦手なやつにちょっとアドバイスがあるんだけど、浮遊感をなくすコツみたいなのがあって、もう先にそのコースの方向に向かって全体重をかけるっていうのがマジで一番いい。ちょっと勇気いるけどね、ちょっとうわやばいってなるんだけど、もう先にこうバーってこう前のめりに行くとマジなくなるんだよってさ、ミオシャに言ったらさ、根性論すぎるみたいなことミオシャ、浮遊感は前のめりでいれば感じないからとか言われて、それ根性論じゃないのって言って、でもなんか乗ってる時になんかずっとスバルがほわりながら、ほわー前のめりってずっと言ってた。ほわー前のめりミオシャー前のめりって言ってて、こいつほわりながらずっと前のめりって言ってる。まああんだけね、でっかい声出しても、なんか周りもギャーギャー言ってますから、大丈夫ではあったんですけどスバルらしかったですうちは頑張って前のめりに頑張ってなるべく頑張ってお尻浮かせて前のめりになりながらアドバイス通りに乗っていたら、なんか写真がえらいことになってたでもこれ本当にそうなの。ミオちゃん前のめりとか言って手とか前にビーンって伸ばして乗ってたんだけど、ドンキーコングって写真撮られるのね。なんかさ、もう髪とかオールバックになってるしさ、もうすごい風圧でさ、顔がさビャーってなんか雫みたいになってで両足前に出してる激ヤバ写真が撮れてて笑ったわ。なんか強風オールバックみたいな感じになってましたね。写真が撮られるんですよ、どっかで。なんか面白かったです。はい。なんかふむちゃん全部ね結構普通に乗ってるんだけど、なんか乗る前に怖いなーってちょっとね、なんかちっちゃいね、なんか稲川淳二みたいな、稲川さんみたいな感じになるのよ、ふむちゃんって。そしたらね、ふむちゃん本当はジェットコースター苦手なんだけど気合で乗ってるってことが判明してこいつ覚悟のものだったかとなった。なんかせっかく来たんだから1回ぐらいはねみたいなノリで乗っちゃうんだって。すごくない？気合の人だった完全に。あとさ、マリオカートも乗ったんだけど、マリオカートもすごかったぞ。マリオカート内装がすごいからみんな行った方がいいぞ。スバルは1200コインぐらい集めてこれ優勝しちゃいますと思って、でみんなのスコア聞いたらスバルが最下位だった。嘘やんっておかしい。確かに強敗常連ばっかだからクソで、あとね、なんかねヨッシーの乗り物があって、なんかどんな乗り物かっていうと、なんかヨッシーの卵を見つけてその卵と同じ色のボタンを押そうみたいなやつなんだけど、なんかねすげえね、なんかチルいんよ。なんかチルすぎるぐらいにはチルいんよ。スバルとトアが初見だったから絶対乗りたいっつって乗ったんだけど、なんかね、でその時スバトアが乗ってて後ろにフブスイが乗っててミオシャ一人乗ってたんだけど、いやスバトアはさ、なんか卵をマジで見つけようとしてて、はっ卵だトア、あれ赤色あーピンクみたいなめっちゃガチってて、そしたらなんか後ろでフブスイがなんかずっとヨッシーのモノマネしててで、あとボタンをずっと連打してるんですよ。みたいなボタンを押すとヨッシーの声が流れるんですけども、それを連打しまくっててで結構ヨッシーの声大きいんですよね。前のスバトアが後ろ振り向いてうるせえぞっつってね、白神とスイちゃんはもうゲラゲラ笑いながらもうボタンを押して卵あったっつってクソガキをやっていたと。それでヨッシー終わってちょっと並んでた足が休まってお土産買って帰って、だからルイージとマリオがグリーティングしてるのを横目に見てピクミンをいっぱい見つけて終わりましたいっぱい楽しめたね。いっぱい楽しかったですね。でもその日めちゃめちゃ歩いたのでもう足がやばかったですね。みんなでもやばい足がやばいっつって言いながら帰りました。あとなんかみんなで並んで寝たんだけど、スバルのところにあったなんか抱き枕みたいなやつが朝起きたらフブちゃんに吸収されてて、
なんでか知んないけどスバルの抱き枕が隣に寝てるフブちゃんの布団の中にあって、なぜってなったりとか、フブちゃんテンション高くて2人で枕で戦った、うわーとか言って、であとトアがなんか鳥の会合したいとか言って鳥の会合させてた。マジ一生喋ってたあいつらで、たまに黙ったかと思ったらミオちゃんがヘクシャーとか言うとまたピピヒヒヒヒヒとか言って楽しかったわ。ヘドウィッグの会みたいな感じで3匹並べてみんなで会話させてた並べてね、そうみんなでこう交流会をさせてたそれもねすごい和やかでしたね。であとはなんか朝ごはんでバイキングみたいなとこ行ったんだけど、パンケーキ焼けるところがあるよとか言ってトアに言われて、ちょっと時間かかるかもとか言われたんだけど、パンケーキ焼くところで焼きたいと思って行ったのね。でそしたらその場所がキッズコーナーで、なんか最初ねパンケーキ焼いてる時夢中で何にも気づかなかったんだけど、よくよく見たらここキッズコーナーじゃねみたいになって、でそしたらフブちゃんがやってきて、ねえフブちゃんこうキッズコーナーなんだけど一緒にいてもらっていいかとかキッズコーナーの中で2人でなんか永久の時の中に閉じ込められてた。危なかった。あと最後にね帰りに陸路おじさんのチーズケーキを買って帰ってホクホクで食べました。551のにね豚まんも買って帰れたのでね美味しかったです。大変美味しかったです。うまいやーユニバ良かったマジで。早くもう一回ユニバ行きたいホロメン誰か誘って、ホロメン誰か誘ってくれ。